デューサー、早速なんだけど今日は何の用かな？僕たちを呼び集めておいて何もないってことはないでしょう。この感じだと私たちにお仕事ですか？はい。反応薄っ。ふみふみ、ここは喜ぶところだよ。ほら、サッチーなんか嬉しくて小躍りしているよ。嬉しいな、嬉しいなっていきなり何やらせるんですか？アニバーサリーのお仕事に舞を選んでもらえるなんて嬉しい。じゃあお仕事の詳細を教えていただけますか？なんとプロダクションのアニバーサリーを祝してファン感謝祭イベントですって。そのお仕事を私たちに？いいでしょう。もちろん引き受けますよ。で、何をするんです？企画書の3ページ目に記載があります。アンバサダー役はファン感謝イベントで MC と歌を披露すると。プロダクションのイベントアンバサダーなんて大役ですね。気が引き締まります。ファンの前で歌えるんだね。これは楽しみ。とっても大役ですね。まゆも頑張らなくっちゃ。もちろんです。まゆ頑張るのはプロデューサーさんのためですけど、仲間のみんなのためにイベントを成功させますよ。僕も協力してあげます。このかわいい小清水幸子が参加したとなったらファンが来すぎて困ってしまうかもしれませんね。とても心強い言葉ですね。自信に満ち溢れていて意志の強さを感じます。そうですか？ありがとうございます。サッチー素直。ふみふみから褒められるなんて慣れてないもんね。ちょっと意外だっただけですよ。新鮮なメンバーでお仕事できそう。今日からみんなよろしくね。しかもイベントが終わったら事務所のクローズドパーティーもあるんですって。ドレスアップしなくちゃ。ちなみにご褒美とはどのような内容なのでしょうか。お楽しみ。どんなものか本当に楽しみですね。ならみんなでプロデューサーさんの期待に応えなくちゃね。よーし、じゃあみんなでせーの頑張るぞー。お疲れ様でした。失礼します。
お疲れ様。レッスンちょうど終わったところだったかな。南さんにミオさんじゃないですか。お疲れ様です。お二人は外からの戻りですか？雑誌の取材を終えて戻ってきたところ。お互いになかなか慌ただしい毎日ですね。プロダクションのイベントに選ばれた途端にこうもお仕事が増えるとは思いませんでしたよ。そりゃいわばプロダクションの顔だからね。看板アイドルだよ。看板アイドル、僕にふさわしい名前ですね。ふさわしすぎる。背負って歩きたい。看板だけに。サッチ気に入りすぎでもそういう責任ある立場を任せてもらえたってことを大事に思ってお仕事したいね。わかってますよ。どんなお仕事でも全力なのがこの僕、小清水幸子ですから。よっ、サッチかわいいアイドル、体張ってる、全力かわいい自称アイドル。そうでしょうそうでしょう。最後のはなんか違うような。そうだ、頑張ってるご褒美にちょっと休憩しない？いいですね。次のレッスンまで時間ありますし。お二人はいいんですか？私は次のラジオ収録まで時間あるから大丈夫。あのパリピみたいな面白ラジオですか。南さんは？私も衣装のフィッティングまで時間あるからカフェにでも行きましょうか。甘いものが僕を呼んでいますからね。パリピみたいな面白ラジオ？スイーツってかわいい。そしてそれを食べてる僕もかわいい。かわいいとかわいいの頂上決戦ですね。頂上決戦しかしアニバーサリーか。いつの間にかやってくるもんだね、こういうのって。みおさん、お仕事が充実してたからじゃないですか？忙しいと時間はすぐに過ぎるって言いますし。確かにみおちゃんはいろいろ活躍してたもんね。愛子ちゃんたちと CD を出したりとか。あ、その話しちゃいます？語りたくて仕方ない顔してますよ。だって嬉しくってさ。あーちゃんとあかねちんと私、ポジパの3人で CD を出せてさ、それをみんなに聞いてもらって笑顔になってもらえて、ずっと応援しててよかったってファンレターをもらったりして、やっぱり嬉しいよね。みんなが喜んでくれたことが何より嬉しいんだ。わかるな。やっぱり楽しさって伝わるよね。僕もここのところソロのお仕事が多かったですけど、皆さんといろいろ絡むとやっぱり楽しいですね。自分でも意外なくらい新しい面が引き出されるよね。その度に驚いたりワクワクしたりして。だから私は幸子ちゃんと今回一緒になれて嬉しいわ。僕も嬉しいですよ。皆さんとお仕事できて。さっち、私も嬉しいよ。はい。なんか暑くないですかここ。はあ、暑い暑い。ところでみんな時間は大丈夫？あら、お会計はしておくから先に行って。
つい長話しちゃったね。じゃあみんなまた後で。はい、また後ほど。みんな一生懸命だな。よし、私も頑張ろうっと。お疲れ様、まゆちゃん。最後のテイク、音が綺麗に伸びててとっても良かったよ。なんとか取り切れましたね。きっとプロデューサーさんも胸をなで下ろしていることでしょう。頑張って歌いましたけど、大丈夫でしたか？もちろん。プロデューサーさんも OK 出してくれてるし。よかった。あら？でもプロデューサーさんは？会場へ向かうため車両を手配しに行きました。この後すぐに出なければいけませんから。皆さんをお待たせしちゃってすみません。大丈夫だって。さあ移動しましょうか。はい。皆さん優しいですよね。はい。どうかしましたか？まゆ、アイドルをしていて思うんです。みんな優しいなって。ステージに立ったり一緒にお仕事をするたびに優しさを感じるよね。絆っていうのかな。そうなんです。以前は思わなかったけど、最近はよく思うんです。みんながいてよかったなーって。これも一つの運命の糸なのかもって。絆という字には立つことのできない人と人とのつながりという意味があります。へえ。それからこんな話があります。糸を結び合うとき、お互いに同じだけ半分の糸を結び合わせると切れない強いつながりとなる。それが絆と呼ばれると。文字の成り立ちとは異なる俗説とのことですが、私はあながち間違いではないように思います。私たちも同じだけ伸ばし合って手を握り合ってるものね。それがつながり合って強くなれるのかも。そういう仲間に恵まれて嬉しいな。とっても。着いたね。もうセット出来上がってるんだ。とても広い舞台です。ここでイベントのアンバサダーとして役割を果たすのですね。広がる客席を前に身構えてしまいますが。ふみかさん、あんまり気にしなくていいんじゃないかな。気負う気持ちはわかるけど、だからこそ自由にやらない？いいのでしょうか。もちろん自由にやりましょう。私たちを見に来てくれるファンの皆さんはきっと楽しみに来てくれます。何かあっても互いに助け合えますし、私も背中を押してあげられます。プロデューサーさんも見ていてくれます。だからまゆちゃん、みなみさん、
それに半分ずつ糸を結び合わなくちゃでしょ。そうですね。もちろんです。私も楽しむことにします。お互いに同じ力で結び合うために。そろそろリハーサルの時間ですね。幸子ちゃん、緊張していませんか？ふふん、僕を誰だと思っているんです？完璧なアイドル、小清水幸子ですよ。力強いお返事ですね。安心しました。先ほど緊張をほぐすコツを一緒にやりましたからね。まゆちゃんもご存知ですか？手のひらに人という字を書いて。おほん、それはそれとしてですね、イリュージョニスタって不思議なタイトルですね。どういう意味なんですかね？はい、意味ですか？イリュージョニストではないんですよね。そういえばなぜなんでしょう。イリュージョニストですと、技術師、魔術師の意味となりますね。ふむふむ。実は調べてきたのですが、イリュージョニスタとはスポーツの世界で使われると書かれており、ただのイタリア語訳ではありませんでした。へえ、ふみかさんって本当にいろんな本を読んでいるんですね。とっても勉強家です。恐縮です。ただの探求心ですよ。それでどういう意味で使われるものなんです？イリュージョニスタって。観客を魅了する魔法のようなプレイ、それを成し遂げる魔法のようなテクニックを持ったプレイヤー、それがイリュージョニスタであると。観客を魅了する魔法？くしくもアイドルのそれと相似であるように思えますね。僕が歌うにふさわしいいい曲名じゃないですか。まゆたちが魔法をかけるプレイヤー、そうであってほしいというプロデューサーさんの思いが込められているようですね。お、みんな来た来た。こっちこっち。みなみさんとみおさん、ここにいたのですか。そうなの。そろそろリハが始まるから様子を見てて。まゆたち、控え室でとっても素敵なことに気づいたんです。お、なになに？ふふん、イリュージョニスタっていうタイトルのことです。おー、サッカー選手？そうそう、サッカー選手って、なんで先に答えを言ってしまうんですか？みおちゃんと家族の話をしている時にたまたまね。ほら、うちって兄弟いるじゃん。サッカーとか詳しくてさ。私は全然なんだけど、うちも弟がいるから、そのつながりで兄弟がやっているスポーツの話になって。サッカーって言ってもうちの弟はゲームばっかりなんだけど、でイリュージョニスタってサッカー選手に使われるよねって
あれ、せっかく教えてあげようと思ったのに残念です。先手を取られちゃいましたね。良いのではないでしょうか。みんなが同じ知識を得て同じ思いを持っているのであれば。ごめんごめん。でもいいよね。マジックもいいけどイリュージョンもいい。だってスタープレイヤーになりたいもんね。観客のファンの皆さんを魅了するようなステージにしたいですからね。それがイリュージョニスタ。それにイリュージョンって小さな手品じゃなくて大掛かりなマジックのことを言うじゃない。私たちアイドルも同じだと思うの。ステージの上に立ってパフォーマンスをするのは私たちだけど、今は一人だけじゃなくて仲間のみんなと一緒でしょ。あと舞台装置も必要ですからね。ステージを作ってくれるスタッフさんがいなかったら僕たちは困ってしまいますよ。すべての人たちと作る大掛かりな夢がイリューションということでしょうか。その主役は私たち一人一人みんながイリュージョニスタだよ。ですね。じゃあ魔法をかけに行きましょうか。みんなで協力して大きな夢を。ありがとう。みんなも可愛いですよ。ありがとうございました。また会いましょうね。みんな大好き。皆さんお疲れ様でした。イベントではみんな喜んでいましたね。つまり大成功でしたね。この僕がパフォーマンスしたんですから当然ですけど。じゃあお待ちかね大成功のプレゼントだ。あんまり現金なことを言うと夢が壊れちゃいますよ。現実というのはいつでも現金なものですね。プレゼントとは言ってもどんなプレゼントなのかしら。僕はこれかわいいって封筒に書いてありますから。まゆはこれにします。運命の赤い糸がつながってるって信じてますから。私は残り物でいいや。みんな選んで選んで。ほらみなみんもふみふみも。サプライズって楽しみだね。では遠慮なく。プロデューサーさんも今日はお疲れ様でした。さあというわけで集まってもらいました。ふみふみみなみん。みんなで開けようなんてみおちゃんらしいね。でも楽しいかも。私も誘っていただけてむしろ良好でした。一人ではこのようなものは封を開けず、
そのまま取り置いてしまうところで。じゃあ揃ってるところでせーので開けるよ。せーの。はい。おお、みおちゃんのは今日から目指そうイリュージョニスタセット、サッカーボールを千尋さんからもらえるよだってアクティブなみおちゃんにぴったり。これはスポーツ万能なみなみ向けだよ。それに私球技はあんまり興味ないんだよね。弟にあげるか。みなみさんはどのようなものでしたか？今日から目指そうイタリア語教材セットと今日から目指そう手品師教材セットですって。これを機に勉強するのも面白そうかも。こっちの方がみなみん向けだったか。じゃあイタリアで手品ロケするときはみなみんに頼むね。でふみふみは？それが夜にプールとは最近の若者文化は変わっていますね。ふみかさんも若者でしょ？そうでした。プールなどここ数年来来た記憶がないものですから舞い上がっているようです。じゃあ今日は目いっぱい楽しんで帰りましょう。はい、嬉しいです、みなみさん。おお、アイドル2人がナイトプールなんて大丈夫なのかな。みなみん、ふみふみ、バレないようにひっそり楽しもうね。ま、とか言いつつ楽しんじゃうんだけど。何ですかサッカーボールって。僕よりマシですよ。いやいや、サッカーボールだよ。自分で買えるよ。自分で買えるとかの問題じゃないですよ。僕のなんて幸子ちゃんのプレゼントは何だったんですか？見ますか？これですよ。どれどれ？何これ？チケット？超ハイスピードジェットコースター体験チケットだって。バンジージャンプ体験チケットに恐怖体験お化け屋敷チケットにスカイダイビング体験チケット？なんで絶叫とかスリルばっかり追い求めてるんですかね。ぴったりじゃん。サッチー専用だよそれ。封筒に可愛いって書いてあったらねえ。皆さん僕のことをどう見てるんですか？でもそれってプロデューサーと一緒に体験するんでしょ？まあそうですね。プロデューサーさんにはこんなものを用意した責任を取らせます。まゆさんも行きます？まゆは体験するならもうちょっと優しいものがいいかな。そうだよね。そうですか。ちなみにまゆさんは何をもらったんですか？それが当たりって。当たり？僕が可愛いからって誘拐は犯罪ですよ。
こんなに楽しい移動は初めてかもしれません。移動じゃなくってクルージングだもんね。パーティー会場までリムジンの送迎にドリンク付きだなんて豪勢ですね。これは確かに当たりです。パーティー用のドレスまでいただいて、プロデューサーさんに感謝です。後で特別にご挨拶しなくっちゃ。まさか僕たちもドレスを着せてもらえるなんてラッキーでしたね。約束だね。もしくは日頃の行いかな。どっちもですね。おや、そろそろ着くみたいですよ。おお、アイドルたちがたくさんいるね。今日のプロダクションパーティー会場はこちらかな。その中でも僕たちはひときわ輝いていますね。まゆさんのおかげです。いえいえ、これはプロデューサーさんのおかげですよ。なんてことを話してたら、おお、あっちから超美人が2人。やめてよみよちゃん、女神だなんて。言ってない言ってない。あら、こんばんは。皆さんよく似合っていますね。ふみかさんもドレスがお似合いですよ。このような華やかな場にふさわしくあるようにと思って、せめてものささやかな努力をしてみました。努力した子はいつだって可愛いですからね。幸子ちゃんもまた。みんな、そろそろパーティーの幕が上がるみたい。扉が開くよ。まゆ、ドキドキしてきちゃった。よーし、パーティー会場に乗り込め荷物が届いたんですけど。それは？説明書きによると、プレゼントですって。普段頑張っているアイドルたちへってプロデューサーさんから。私たちがもらったのは封筒が12345？招待状とお手紙みたいですね。プロデューサーさんからまたもらっちゃったね、お手紙。ほら、前にももらったでしょ、ラブレター。なるほど。ラブレターをもらってから私たち3人でお仕事して楽しかったよね。3人揃って大きな舞台にも立たせてもらえて嬉しかったよね。ラブレターいい曲ですからね。あとラブレターといえばファンの皆さんからもたくさんもらいますよね。どういうこと？よくお手紙をいただくんです。京子ちゃんと結婚したいですって。あ、フライパン王トーナメントでしたっけ？家庭料理グランプリアワードだっけ？お嫁さんにしたい有名人アワードアイドル部門グランプリです。ああ！けど私まだ結婚できないので、どうしたら。いつもありがたいなとは思ってるんですよ。でも
子ちゃん、結婚できるようになってから悩んだらどう？そうですね。結婚できる年になっても悩むことだと思うんだけど、それもそうですね。みんなが好きな人と結婚できる世界になったらいいね。すごいこと言うね、うずきちゃん。それでこのお手紙はプロデューサーさんからの言葉が書かれているんでしょうか？みたいだね。じゃあ帰ってひっそり読もうか。みんなのいる前で読むのはちょっと恥ずかしいしそれで招待状はどこへの招待状？アニバーサリーイリュージョンパーティーって書いてあります。じゃあドレスアップしていかなきゃ。おめかししなきゃですね。パーティー向けの服装なんてあったかな。ならちょうど3人でいることだし、パーティーに着ていけそうなお洋服でも見に行こっか。そうですね、ぜひ。賛成です。じゃあファッションリーダーのうずきちゃんを先頭に出発。うわー、私いつの間にファッションリーダーに。さあ、というわけでやってきたわよ。私たちへのプレゼントは何？ゆっこちゃん。投資します。もう我慢できません。開けちゃいます。何ですかこれ？一旦木綿？ユーマですか？そういうオカルトは私の担当じゃないんですが。たすき？ああ、メッセージ付きのようですね。なに？セクシーギルティの3人にはパーティーを取り締まる絶対特権をプレゼントします。だそうです。絶対特権、いい響きです。私たちならではね。そう、セクシーをもって悪を制する私たちセクシーギルティー。ババーン。決まった。あはん。思ったんだけど、私たちカメラがないと途端に空回りし始めるわね。空回っても一周すれば元の場所ですから、いつもよりちょっと多めに空回りがちょうどいいですよ。ゆっこちゃんのサイキック謎理論、炸裂ですね。ええ。さあ警備しに行きましょう。さあギルティを摘発していくわよ。ところでふと思ったんだけど、このみんなの平和を守りたい取り締まる側はビールとか飲んでいいのかしら？ダメじゃないですか？ダメでしょう。じゃあ私この隊抜ける。ダメですよ。ダメですって。やだ、私にもビール。なあ、聞いたかダリー。ああ、この間言ってたバンドの新婦？
さらっと流すくらいなら。そっちじゃなくてさ、アニバーサリーの話。何それ、また新しいバンド開拓してるの？違うって、事務所からプレゼントをもらえるらしいぜ。アニバーサリーってことでさ。へえ、そうなんだ。まあ私たちもだいぶお仕事してるし、プレゼントの一つくらいもらってもいいよね。言うね。どうも、売れっ子ロックアイドルのリーナです。よろしく。調子乗りやがって。だって CD もリリースされて大きな舞台にも立ったし、ちょっとくらい大物ぶってもいいかなって。そうだな。ダリはちょっとお調子者くらいがちょうどいいぜ。なんで？だって普段ラフなやつがたまに決めるとかっこいいだろ。そっか、夏吉がそう言うならそういうことにしておこう。おっで、そんなラフなダリはもらうなら何がいい？プレゼントでしょ。有名バンドの新譜とかライブチケットとか、あと楽器とか。なるほどな。確かにギターなんかもらえたら最高にテンション上がるぜ。でもなんか違うな。お金で買えるものならいつかは手に入れられるし、そういうものじゃない方がいいよね、欲しいものって。へえ。何？ダリ、お前やっぱロックだよ。そうかな。私ロックだった？ああ、私もダリも欲しいのは買えるもんじゃない。求めてるのは熱くなれるチャレンジとか最高の瞬間だ。あ、そういうことが言いたかったの。分かってたよ。ダリーはいつだってロックなやつだってさ。でしょ。じゃあちょっとばかし熱くなりに行くか。どこ行くの？気楽にセッションでもしないか。レコーディングスタジオでちょっと流そうぜ。なるほど、いいね、行こう。私夏吉のそういうところがロックだと思うよ。おう。私らにとってはプロデューサーさんにもらった今がプレゼントだってことだな。今だけじゃなくてこれまでもこれからもね。だな。プレゼントですか？なんかもらえるらしいぞってさっき他のアイドルたちが話してた。私は欲しいものとかないんだけどな。世界のレアキノコとかなら欲しいけど手に入らないし。翔子はそう言うと思ったよ。でも確かにレアキノコをもらえるかは微妙だな。ノノは欲しいものあるか？森久保はつい先日誕生日プレゼントをもらったばかりですし今の森久保は満足している。その満足母なので、ののちゃんバリエーション大久保。はい、持ちネタではないです。
十分持ちネタじゃないか。へへへへ。あ、ちなみにミレイちゃんは欲しいものとかあるんですか？うちは欲しいものいっぱいあるぞ。例えば？ファッションが好きだから新しい服とかは当然欲しいよな。眼帯とか爪も新しいの欲しいぞ。じゃあそういうのもらえるのかな？けどうちはもらわない。欲しいものは自分の手で手に入れる。おお、かっこいい。うちはみんなと出会ってユニットを組んで思ったんだ。自分がしたいこととか欲しいものを手に入れるために走り回るのってめちゃくちゃしんどい。しんどい。わかる。けどその分超楽しい。楽しい。二人を仲間に引っ張り出すのめちゃくちゃ大変だったぞ。その説はお世話になりまして。他人行儀か。ツッコミいい感じ。けどさ、やっぱ大変だった分楽曲にもユニットにも思い入れが強いんだ。そういうのあるだろ？そうですね。大事な答えもらいました。私もだ。3人だから歌える歌、友達とだからできるライブ、楽しいぞ。それを知ったから今後も爪を引っ掛けてうちらの近くにちょっとでも引き寄せる。それでうちらの手で掴み取る。協力するよ、ミレイちゃん。ありがとう。私も協力します。やけくぼパワーで。これからもよろしくな。ノノは本当は強いんだから。じゃあ早速乗り込んでいくか。どこへ？パーティー会場に行ってヒャッハーするというのはどう？いいな。全力で暴れてやる。行くぞノノ、ショウコ。やっぱり森久保はここにいようかと。いいから一緒に来い。ありいやー、相変わらず派手なことが好きなプロダクションだね。そういうのが好きな人のことをパリピって言うんですよね。パリピですか？パリピなら任せてください。よっ、サッチーはパリピかわいい。ほら、中に入りましょう。他のアイドルたちもいますから。きっとプロデューサーさんも。行きましょう。みんないるいる。やあ、顔出しに来たよ。私たちもお祝いしたくってね。アニバーサリーってやつを。リーナちゃんも楽しんでるみたいですね。そうだ、リーナちゃんたちのプレゼントは何だったんですか？あれ私たちはもらわなかったんだ。
大事なのは物じゃなくて今なのさ。それってロックだろ。二人のロックはよくわかんないな。でもいいものだってことはわかりますよ。おや、美穂さんに京子さんじゃないですか。お疲れ様です。楽しんでますか？幸子ちゃん、お疲れ様です。楽しんでるよ。ほんと素敵なパーティーですよね。お料理もこだわっていて、後でレシピ教えてもらおうかな。京子ちゃんはこんなところでも勉強熱心だね。だってすごくないですか？あのオードブルの盛り付けに配膳のタイミング。ちょっと見てきていいですか？勉強。僕も行きます。勉強のためですからね。行こう行こう。おいしいお勉強のために。いつも通り振る舞えばいいのです。パーティーなんて。いつも通りって来賓の方々と談笑してお茶やお菓子をつまんで、そしてその場を楽しむのです。楽しんでいますか、アリスちゃん、モモカちゃん。ふみかさん。あら、ごきげんよう、ふみかさん。ご機嫌うるわしゅうございます。こちらこそ。お二人ったら。しまった。まさか捕まってしまうとは。パーティー会場で嵐を起こす予定だったのに。巻き添えなんですけど。私のボディがわがままなうちはパーティーで自分たちだけ目立とうなんてことはさせないわ。そうそう、みんなのアニバーサリーパーティーですからね。みんなで楽しみましょう。まさかサイキック逮捕に成功してしまうとは。自分の才能が恐ろしい。早苗さん、わがままじゃないボディになる時ってあるのか？ないんじゃないかな。直球ですね。ちょっとそこ聞こえてるわよ。そうって一仕事終えてそろそろ一杯飲もうかしら。ダメですよ、早苗さん。みんなの平和を守りたいわ。パーティーが終わるまでお仕事です。そんなずるいわ。みんな飲んでるのに。私も一杯だけ。こうして今日も平和は守られた。ゆけゆけセクシーギルティー、この世から悪が消え去るその時まで。勝手に閉めてんじゃないわよ。いやー、いいパーティーだったね。みんな笑顔でさ。このような催し物ができたのは日々を丁寧に積み重ねた結果ですね。頑張ったプロデューサーさんのおかげってことにしておきましょうか。そうです。プロデューサーさんが毎日プロデュースしてくれたからまゆたちの今日があるんですよ。もちろん今日を積み重ねて明日も明後日もね。
地味に頑張らなきゃいけない時とかぶつかることもあるけど、私たちはそれさえも楽しんでいけるよ。きっとできますわ。隣には仲間がいますから。プロデューサーさんが見ていてくれると信じていますし、だからこれからもお前はお前の仕事を頑張れよ。ジメジメしたい時は言ってね。森久保たちも頑張りますからなんだかお別れの挨拶みたいですね。違いますよね。昨日にお別れして明日を迎えるためですね、うずきちゃん。はい、私たちこれからもキラキラするために。それじゃみんなでお願いしとこっか。プロデューサー、これからもプロデュースよろしくお願いします。